はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC を兼ねまして北海道旭川市からオーストラリアの大都市メルボルンに旅行に行った動画のパート3です。皆さん、メルボルンの観光スポットを知っておりますか？メルボルン市内にはオーストラリア国内初の駅でありますフリンダース駅や生鮮食品だけでなくお土産も売っておりますクイーンビクトリアマーケット、おしゃれなアーケードなどたくさんあります。パート3の動画ではメルボルン市内の観光スポットや人気レストランにつきまして紹介したいと思っております。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真中旭川空港から羽田空港、その後成田空港からオーストラリアメルボルン空港まで合計区間マイル5667マイル、距離で約 9118km を移動しております。それ以外には成田空港第2ターミナルの JAL ラウンジや要害情報につきまして紹介させていただいております。パート2の動画ではメルボルンから約4時間で行きますオーストラリア最大級のスキー場マウントブラについて紹介しております。私は過去にベトナムの首都ハノイやベトナム最大の都市ホーチミン、タイの首都バンコク、マレーシアの首都クアラルンプールを旅行した動画を作成しております。これらの動画を見ていただければ旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。今回の宿泊先であります YEHS ホテルメルボルン CBD では朝食がついておりませんでしたので、ホテルのすぐ近くにありました人気カフェハイヤーグラウンドに行きました。ハイヤーグラウンドはおしゃれな店内で朝食からディナーまで食べることができる人気カフェです。トリップアドバイザーに掲載しておりますメルボルンの3023軒のレストランの中で118位にランクしております。はい、宿泊しているホテルからハイヤーグラウンドまで移動したいと思います。動画時間短縮のため再生速度を上げております。右側に見えますレンガ造りの建物がハイヤーグラウンドです。お店の中の様子です。天井が高くとてもスタイリッシュな店内だと思いました。このお店のメニューです。さまざまなフードメニュー並びにドリンクメニューがありました。わしはブルーベリー&リコッタホットケーキ28オーストラリアドル、日本円で約2800円とミルクコーヒー 5.5 オーストラリアドル、日本円で約550円を注文しました。わしはめちゃくちゃ混んでいる店内で食べました。ガイドブックにも載っておりますパンケーキは見た目も鮮やかで味も甘くて美味しかったです。店員おすすめのミルクコーヒーもパンケーキと合いましたね。わしはパンケーキを食べた後サザンクロス駅に行ってみました。サザンクロス駅はメルボルンの代表的なターミナル駅です。近郊路線や州内の都市間やシドニーなどからの長距離列車が乗り入れております。またメルボルン空港行きのバスなどもここから乗ることができます。せっかくでしたのでサザンクロス駅を散策してみました。階段を自転車で降りていく人がいました。おじさん転ばないかと心配になりますね。駅の屋根も波打っておりましておしゃれだと思いました。ホームの数もたくさんありました。この先にはメルボルン空港行きのバスでありますスカイバスの乗り場がありました。私は今回スカイバスには乗らなかったんですがバス乗り場を見に行ってみました。奥に赤いバスが止まっておりましたが、あれに乗ればメルボルン空港に行くことができます。スカイバスの乗り場を見に行った後改札口の方に行ってみました。時刻表にはさまざまな行き先の発車時刻が載っておりました。この奥に切符売り場がありました。わしはサザンクロス駅に行った後ビジターで利用ができるジムでありますフィットネスファーストメルボルンセントラルに行きました。サザンクロス駅前にはトラムの停留所がありました。
私はこちらからトラムに乗ってみました。こちらのメルボルントラムは中心部のみフリートラムゾーンになっておりまして、運賃無料で乗車することができます。ただ郊外まで乗車した場合は無料でなくなりますので注意が必要です。私は旭川には出店していない H&M が目の前にあります停留所で下車しました。ここからジムがありますショッピングモールのメルボルンセントラルまで歩いていきました。この辺りはデパートやお店がたくさんあってとても賑やかなエリアだと思いました。ヨーロッパのような建物と近代的な高層ビルが共存しておりまして、歩いているだけでも気分が上がりましたね。この建物がショッピングモールのメルボルンセントラルです。撮影した時間が午前10時くらいでしたので開いてないお店もありました。この奥にありますエレベーターに乗りますとフィットネスファーストに行くことができます。フィットネスファーストにはマレーシアのクアラルンプールでも行きましたが、メルボルンにも数店舗あります。走ったり筋トレするには十分な施設だと思いました。私がお邪魔しました2023年8月には日本人のトレーナーもおりました。この施設は32オーストラリアドル、日本円で約3200円でビジターで利用することができます。ただ料金以外にパスポートを持参しなければならないです。ランニングマシンもたくさんありました。フリーウェイトも充実しておりましたし、こちらには載せておりませんが筋トレマシンもたくさんありました。次にフィットネスファーストからすぐ近くにありますメルボルン観光のスポットにもなっておりますビクトリア州立図書館に行きました。ビクトリア州立図書館は1854年に設立されましたオーストラリア最古の公共無料図書館だそうです。ハリー・ポッターの世界のような雰囲気があります景色はメルボルンにいたらぜひ行ってほしいスポットだと思いました。私はフィットネスファーストで筋トレをした後ビクトリア州立図書館に向かいました。今ショッピングモールのメルボルンセントラルを歩いておりますが、ジムに行く前に比べて買い物客がたくさんおりました。この辺りにはファーストフードのような食べ歩きができるお店がありましたね。メルボルンセントラルの出口を出ますと道を挟んで目の前にビクトリア州立図書館がありました。私は横断歩道を渡ってビクトリア州立図書館に行きました。こちらではスカート短めの女子がパフォーマンスをしておりました。時の気温が8度くらいでしたが若い子は元気がありますね。ビクトリア州立図書館の中に入ってきましたが、パソコンをされている方や勉強をされている方がいました。この図書館の一番有名な場所でありますリーディングルームに入ってみました。天井がとても広くてハリー・ポッターの世界に出てきそうな景色を味わうことができるんじゃないかなと感じました。次にビクトリア州立図書館に行った後、こちらもメルボルンの観光スポットでありますクイーンビクトリアマーケットに行ってみました。クイーンビクトリアマーケットは南半球最大の市場として知られておりまして、1878年にオープンした歴史あるマーケットだそうです。新鮮な野菜や果物、肉、お土産、洋服などを購入したりフードコートで食事をすることができます。メルボルンの中心部シティの外れにあるんですが、トラムの停留所もありましたので比較的行きやすいと思います。それではクイーンビクトリアマーケットの中に入ってみたいと思います。このエリアはお肉がたくさん売っておりました。今度はフルーツと野菜を販売しているエリアに行ってみました。地元の方は
買い物で来るんでしょうかね。観光客ですと買っても持って帰ることができないので買うことはできないですね。こちらには食事ができるフードコートのような感じの場所もありました。この辺りはオーストラリアやメルボルンのデザインの服なんかも売っておりました。お土産にもいいんじゃないかなと感じました。こちらにはペット用品もありました。パエリアのいい匂いがしておりましたので、あそこに売っておりましたパエリアを買いました。今回食べましたシーフードパエリアは22オーストラリアドル、日本円で約2200円でしたが、外で食べるとやっぱり美味しかったですね。クイーンビクトリアマーケットに行った後、メルボルンの人気アーケードでありますロイヤルアーケードとブロックアーケードに行ってみました。最初にロイヤルアーケードに行ってみました。ロイヤルアーケードは1869年に開業しましたメルボルンで最も古いアーケードの一つだそうです。建築された当時は電気が普及していなかったため、ガラスを多用し自然光をたっぷりと取り入れる設計になっているそうです。こちらにはアクセサリーや雑貨、おしゃれなカフェなどのお店があります。それではロイヤルアーケードの中に入ってみたいと思います。通路にも椅子とテーブルが置いてあってオープンカフェって感じでおしゃれですね。こちらには洋服屋さんや雑貨屋さんなんかもあって、メルボルンのお土産をこちらで買うのも良いんじゃないかなと思いました。続いてブロックアーケードに行ってみました。1892年にオープンしましたブロックアーケードはメルボルンで最も華やかで最も愛されているショッピングアーケードだそうです。はい、それではブロックアーケードに行ってみたいと思います。南半球の冬の時期で寒いと思うんですが、この路地にもオープンカフェがあるんですよね。風邪ひかないでほしいですね。左側に見えます行列ができているカフェはホプトンティールームです。こちらのカフェは旅行雑誌にも掲載されている人気のカフェだそうです。小鳥さん、ちょびちょびと行ってみたいですね。わしはメルボルン空港で両替したのですが、現金がなくなってしまいましたので、市内にある両替所の両替レートを確認しつつ両替してまいりました。こちらの両替所はフリンダースストリート駅から約200メートルの場所にありました。こちらではさまざまな外貨の両替ができました。その中には日本円のレートも表示されておりました。2023年8月の両替レートは1オーストラリアドルが99円でした。成田空港やメルボルン空港よりも両替レートが良かったです。フリンダースストリート駅からも近いですので、おすすめの両替所じゃないかなと思いました。わしは両替所に行った後、フリンダースストリート駅に行ってみました。フリンダースストリート駅は1854年オーストラリア最初の鉄道駅として開業し、メルボルンとメルボルン港を結ぶ鉄道の始発駅で、当時はメルボルン駅と呼ばれていたそうです。フリンダースストリート駅をバックに写真が撮れる位置で撮影しております。現代的なトラムが走っておりまして、レトロな建物の駅とマッチして素晴らしい光景じゃないかなと感じました。
フリンダースストリート駅を見た後、人気のハンバーガーショップでありますグリルドに行きました。フリンダースストリート駅からグリルドまでの道のりを紹介しています。時間の都合上、再生速度を上げて紹介しております。フリンダースストリート駅から歩いて5分ぐらいでグリルドに到着できました。グリルドはメルボルンで人気のハンバーガーショップです。このお店のハンバーガーは 100% オーストラリア産の食材を使用し、そして保存料を含有していないなどが特徴だそうです。トリップアドバイザーのメルボルンの軽食店378軒中86位にランクされております。このお店のメニューです。様々なハンバーガーやドリンクのメニューがありました。私はクリスピーベーコン&チーズハンバーガー 15.5 オーストラリアドル日本円で約1550円と、レモネード 3.9 オーストラリアドル約390円を注文しました。こちらのお店ではパンの生地を選べたんですが、多分パニーニの生地だと思います。生地が薄かったのでハンバーグとマッチしていました。オージービーフのハンバーグはジューシーで、ベーコンもカリカリで、ガイドブックに必ず記載があるお店だけあって本当に美味しかったです。わしはグリルドで美味しいハンバーガーを食べた後、メルボルンの観光スポットでありますホイザーレーンに行きました。ホイザーレーンはストリートアートの聖地で、壁一面の描かれた壁画アートは迫力満点です。描かれた絵は定期的に書き換えられているそうです。左側に見えておりますフェデレーションスクエアの道を挟んだ通りにホイザーレーンがあります。時間の都合上再生速度を上げておりますが、ナレーションを入れませんのでホイザーレーンの様子をご覧ください。ホイザーレーンの近くにはグランドハイアットメルボルンがありましたし、その隣にはルイ・ヴィトンメルボルン、コリンストリートなどの高級なお店がありました。この日の夕食はオージービーフのステーキが食べたかったので、レアステーキハウスミッドタウン店に行きました。レアステーキハウスミッドタウンはレンガ造りのおしゃれな外観の建物でした。このお店はメルボルンの人気ステーキレストランで、トリップアドバイザーに掲載されておりますメルボルンのレストラン3023軒中43位にランクされております。お店の中の様子です。予約しなければ食べることができない人気店ですので、さすがに満席でした。このお店のメニューの一部をお示ししております。ステーキやデザート、ドリンクなど様々な料理を食べることができます。わしはヒレステーキ 200g59 オーストラリアドル日本円で約5900円と、プリン18オーストラリアドル日本円で約1800円と、白ワイン 12.5 オーストラリアドル日本円で約1250円を注文しました。オージービーフのステーキは赤身肉でしたので、あっさり味でいくらでも食べれましたね。ソースはマッシュルームのソースだったんですが、お肉とマッチしておりましてとても美味しかったです。白ワインはすごく飲みやすかったですね。デザートのプリンはキャラメルソースがとても甘くて美味しかったです。絶対カロリーはかなり高いと思いますが、おすすめじゃないかなと思いました。これで今回の動画は以上になります。メルボルン市内の映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。メルボルン旅行パート3の動画では、メルボルン市内にあります観光スポットや人気のレストラン、ビジター利用ができるジム、市内にある両替所などについて紹介させていただきました。メルボルンはとてもおしゃれな街ですので、散歩するだけでもすごく楽しかったです。朝食から華やかなパンケーキや人気のオージービーフのハンバーガー、ステーキを食べることができましたので、おじさん大満足の一日でした。今後作成予定のパート4の動画では、メルボルン郊外にあります観光スポットやメルボルンの夜景を見ることができる展望台などについて作成していこうと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、オージービーフのステーキ 300g 注文すればよかったな。